ダイヤモンド砥石イコールめっちゃ削れるっていうのも難しいとこなんだよね。削り方によっても全然違って、はい、その丸いものを平面にする時のダイヤは神がかってすごいんだけど、面ができてからダイヤモンド石ってそんなに削らなくなっちゃうっていうのも事実あって、カンナ研ぐともすごい思うんだけど、やっぱり研ぎが下手くそで、カンナの方はやっぱりたまにその技術をフォローするのにやっぱダイヤ一回ちょっと挟もうかなって思う時もやっぱりあって、でじゃあダイヤを挟みました。で面できたなって、もうまた崩すの嫌だからこのままいけるんだったらいっちゃえって思ってやるんだけど、まあ進まない。例えば欠けてましたって言って、その欠けを取るために一回フラットに戻そうと。でそこからその欠けを直したいんだと思った時に、他の砥石使って刃丸くしちゃったらまた戻さなきゃいけないって恐怖心があるじゃない。もうここまで綺麗に研げたんだったらこのままやってダイヤで刃の欠け取りたいと思ってやるんだけど、まあ進まない。そりゃ進まないよ。それはなんでなんですか？ダイヤ面と面があったら削れなくなる。突起物がないから。だから出てるところに対して、点に対してダイヤはものすごい力を発生するんでね。これは美とも一緒なんだけどね。なんだろう、その役に立つ要素っていうのが実は万能ではないっていう理解はとても大事だね。丸いものをフラットにするっていう能力は恐ろしく高い。それは点があって面が少ないから、その角をずっと取っていくっていう能力にものすごい優れてるんだよね。はい、その通りだと思います。でも面と面がペタってあった時に、こうやってずっとこすってる時に突起物がないと本当に進まない。だからやっぱりその合理的に研ぎをするって言った時に、やっぱりすごく意識してるのが、やっぱり形をわざと崩す。でそれを元にフラットに戻すみたいな、壊して戻すの繰り返しが最も早く削れると思うんだけども、丸くしてフラットにして、丸くしてフラットにするみたいなの繰り返しでやった方が早い。僕の場合はどちらかっていうと、切り刃で言ったらある意味隙を入れるような研ぎをする。ひねると絶対に刃は丸くなるんです。まあそろそろそうね。ひねりを入れると実は意図せず若干もうハマグリみたいな形になっちゃうんだよね、それ構造的に。じゃあその状態を縦研ぎすると、要するに例えばなんだろう、日本刀みたいに切り刃をこう縦方向にこうやって角を使って研いだ場合、真ん中へこむ。形容してる言い方が悪いんだけど、丸くなったものをフラットにするっていうのをあえてへこむって言ってる。本来丸く研げてるものをフラットにすると、しのぎ側と刃先側しか当たらなくて、ここの真ん中が当たらなくなるから、へこんだように誤解するんだけど、ただそうやって点研ぎをすると、言うなれば当たる面積が減らせる。わかる。俺はわかるよ。わからない。でも9割9分勘違いさせます。俺は言ってることよくわかるけど。大きい木の模型があればわかるですね。そうかもしれない。9割9分勘違いさせます。でもそんなことをやってる。だからそのハマグリにしてフラットにするよりは、包丁の場合は今の話、ひねりをつけて真ん中へこましてまたひねりをつけるっていうのを繰り返す方が実はめちゃくちゃ綺麗に早くでも考え方としてはカンナも一緒で、そうですか。3000番でまっすぐ飛ぶんですよ。あとは刃先に力をかけてまっすぐを崩していく研ぎをして刃先を作って仕上げていくんです。でそれを繰り返してたらだんだん丸くなってくるんで、また3000番でリセットするんでまっすぐで崩して点接点こっちの接点を緩くしてっていって仕上げに上げていくと、早くいい刃が継続的につけれますよっていうのが、これセオリーなんですけど、これも伝わらないですかな。伝わらないですね。でしんどくダメになってきたなと思ったらもう一回3でフラットに戻しましょうって言うんですけど、困った。でもね、そのダイヤモンドがよく削れるっていうのは間違いではないし、
ただやっぱりその形がまあ壊れてるというか丸みが強かったり、その面が出てないものを面をきちっと作るガイドを作るっていうのにはものすごい優秀な砥石、いいと思いまだす。けどもじゃあその手放しにじゃあ何に置いてもよく削るのかっていうと決してまあそういうわけではやっぱりないかなと思うかな。だから実際ダイヤモンド石を僕が業務で使いますかっていうとまあほぼ使わないっていうことの方が多いかな。その特に包丁は、まあでも最近あんまりねちょっと硬質系ほとんど研ぐことがなくなっちゃったから、まあ、もしかするとちょっとその気持ちが寄り添えてないだけかもしれないんだけど、研ぐ包丁によっては使うと思うんですよね、きっとね。ハイス10本並べられたらそう使わざるを得ないじゃないですか。いやでも費用対効果が合わなさすぎて、やっぱ400番とか使うとめちゃくちゃ削っていい砥石だなと思うんだけど、この前2週間で使い切っちゃったから今いくら2週間かちょっと高すぎてごめんなさい無理ですっていうなのでなかなか難しいとこがそのね仕事的な意味も含めてくると、ただ要素としてはやっぱりフラットにする。なので僕が使うとすれば通常の砥石であえて丸く研ぎ、でそれをやっぱりフラットに持っていって形崩れてないかなとか強く丸みをつけすぎてないかなとかっていうところにダイヤを持ってきて確認してまた丸みをつけてっていうのを繰り返して研ぐっていうことをやるかな。